今回は、都城市丸谷町にある物件を紹介していくぜ。周りの家と少し距離があるから、ご近所の目を気にせず、のびのびとプライバシーを確保できる立地だな。のびのびしすぎて、裸で歩き回っちゃダメよ。土地面積が、約 193.72 坪、床面積は、約 31.36 坪。木造平屋建ての 4DK だよ。1981年に建てられた、空き家なんだけど、1981年の6月といえば、建築基準法ががっつり改正されて、新耐震基準ってやつが導入された、日本の住宅史における運命の年なんだよな。ドヤ顔で語ってるけど、このお家がどっちの基準で建ったかは知らないのね。家の前に大きなシンボルツリーを発見、いい感じに日陰を作ってくれてるな。これ何の木かと思って、チャッピー先輩に聞いてみたところ、藤の木みたいだね。春から初夏になると、綺麗な紫の藤の花が垂れ下がってくるそうだぜ。楽しみだな。で、こちらは車庫と倉庫なんだけど、屋根が完全に吹き飛んでるな。これ以上吹き飛ぶ心配がないから安心だな。めっちゃポジティブね。安心してください。こっちの物置小屋はちゃんと屋根がついてるぜ。サイズ感もちょうどいいね。こっちは、扉付きの倉庫になってんな。普段使わない、キャンプ用品やバーベキューセットなんかを収納しとけば、お庭ですぐに、肉祭りが開催できるぜ。宴じゃあ。外からは、何も見えん。なんと奥には、結構広い家庭菜園のスペースがあるぞ。これだけ広ければ、いろんなお野菜を育てられそうだな。ベランダ菜園で挫折した人も、ここならリベンジできそうだな。お前らなら、何育てる？よし、外はこれくらいにして、そろそろ気になる家の中を見に行ってみようぜ。軒先のある、玄関ポーチ、時代を感じさせる、コンクリ作りがいいね。サイドの作りも凝ってて可愛いな。どんぶりって書いてんの。そんなわけないでしょ。ただのデザインよ。早速中に入っていくぜ。ドアを開けると、レトロな床に、天井は白、壁は木目調の清潔感がある空間が広がってるぜ。踏み台と靴箱があるけど、玄関自体はややコンパクトな印象だな。収納スペースは3段あるから、一般的な家庭なら十分なスペースを確保できそうだな。ここは玄関横のお部屋、キッチンと繋がってるから、リビングとして使われてたのかもな。よく見ると、壁一面だけレンガ調の壁紙貼ってんな。元の家主さんのこだわりかしら。ステンドグラスのスタンドライトが、おしゃれだね。いい叩キッチンとはカーテンで仕切ることができるから、急な来客の時には隠せて便利だな。それにしてもキッチンスペース、意外と広いな。マスタード色の壁紙が、なんとも個性的。反対側は、バーベキューソース色に変更して、マックナゲットキッチンの出来上がり。それを見てよだれ垂らすのやめなさい。地味にありがたいのが、キッチンシンクが2層あること。1層だと、汚れた皿と、洗った皿が大渋滞を起こして置き場に困るからな。調理スペースも結構広いから、料理好きには嬉しいね。中は繋がってるから、実家から送られてくる謎にでかい箱とかも収納可能だぜ。意外と場所を取る、ホットプレートとかも入れれるね。バラエティに富んだ、フロアキャビネットは、収納力抜群だぜ。キッチンから出て廊下を歩くと、右手に和室があるぜ。おお、これはちょっと変わった格天井だな。マス目ごとに装飾が入ってて、かっこいい。上を向いたまま口開けて歩くの、アホっぽいからやめてね。雪見障子に、欄間障子、雰囲気のある和室だね。ここでじっと外を眺めてるだけで、なんだか文豪にでもなったような気分に浸れるぜ。形から入るタイプね。どうせ何も書かずに、一日中ゴロゴロして終わるのがオチよ。横にもう1部屋和室があるぞ。こちらには床の間と仏間があるな。立派な衣装だこと。くるりんぱ。和室に隣接する縁側、ここで日向ぼっこしたら絶対に気持ちいいぜ。ここをまっすぐ進むと玄関に戻る、地味に便利なロータリー仕様になってるぞ。さっきの和室に隣接する、もう一つのお部屋だな。2面窓で明るい和室だな。ここをリフォームして自分好みの王国に仕上げるのもありだぜ。王国ね。
6畳一間の王国なんて、随分国家予算が少なそうな王様だこと。天袋の襖だけ色違うのはろた。話そらしたな。こちらは、トイレと洗濯機置き場だぜ。洗濯機の音でトイレの音をごまかせる仕様になってる。IQ200 の作りだな。脱水時は、最強の音姫になってくれること、間違いなし。いや、脱水時のあのガタガタ音の中で、用を足すのは逆に緊張するわよ。トイレはリフォームされてて、ウォシュレットも完備。横に細い棚作ってるな。トイレットペーパーでも並べるか。足の長い私には、ちょっと窮屈かもな。しょうもねえ、見えはんなよ。洗面台もリフォームされてて、比較的新しいタイプだな。頭を豪快に突っ込んで、朝から全力でシャンプーできるくらいの広さはあるぜ。シンク下は、収納が2段あるから、予備の洗剤やタオルを入れておくのにぴったりだな。お風呂もめっちゃ綺麗だな。ユニットバスのメロン色の壁と床のシックなグレーのコントラストが、清潔感を際立たせてるぞ。浴槽が広いから、子供たちとゆっくり、お風呂に入れるな。見た感じ、追い焚きがついてないのが気になるぜ。不動産屋に確認だ。シャワーヘッドの高さを自由に調整できるのが地味に便利なんだよな。いかがでしたでしょうか？今回の空き家。1981年築と一見古いかと思いきや、トイレやお風呂など水回りはリフォームされてて、かなり綺麗な状態だったな。水回りが綺麗なのは、リフォーム費用が浮くから、本当にポイント高いわよね。追加の費用を抑えたい人や、家庭菜園をがっつり楽しみたい人に、かなりおすすめの物件だぜ。ご興味のある方は、ご連絡をお待ちしております。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくね。このチャンネルでは、空き家情報の掲載を無料で行っています。掲載だけでも OK。反響があるか確かめたいという方も大歓迎です。遠方の方でもご相談ください。また、不動産業者の皆様からの掲載ご紹介も受け付けています。このチャンネルでは、人が住まなくなった家の新たな物語を見つけ、その魅力をお届けしています。もっと見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。